どうすか？今日は特にシネマチックな感じしません？はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトです。さて今ね、みんなが見てもらってるこの映像は、シネマレンズで撮影してます。ちょっとね、この映像を見てみてください。はい、今ね見てもらったのはこの種類のヴィーナスっていう、フルサイズのアナモルフィックレンズシリーズに新たに追加されたこのね 150mm のレンズで撮ってきました。ヴィーナスシリーズには 35mm と 50mm、75mm、135mm とあって、で新たにこの 150mm が追加されたので、今日はねこいつについてちょっと紹介をしていきたいなというふうに思います。ちなみにね、今この動画を撮ってるのは同じ種類のサターンっていうね、別のシリーズのものになるんですけど、その 35mm のアナモルフィックレンズで撮ってます。でそしたらね、まずアナモルフィックレンズの話をするときには、普段僕とかみんなが多分使用しているこういったね、普通のレンズは、これはね球面レンズって呼びます。普段のコンテンツを作る時にはあまりアナモルフィックレンズは使用せずに球面レンズを使って撮影していることがほとんどなんですけど、それはただ写りが嫌いだからとかっていう理由じゃなくて、むしろね写りはアナモルフィックレンズの方がやっぱり好きなんですよ。その理由っていうのは単純に球面レンズよりシネマチックな映像が撮れるからっていう、この一点に尽きるんですよね。球面レンズで撮った映像をシネマチックにするには、まずはねよくあるのがこの上下にこの黒いバーを足してでクロップしますよね。でもアナモルフィックレンズの場合はそのセンサーを全部使って圧縮した映像を記録して、でそれを後処理でぐっとねこう引き伸ばして、使用することでこういった、アスペクトレート、元の映像が16対9であれば、2.84 対1で3対2であれば、2.4 対1の、こういったねアスペクト比の、映像になります。ただねこう比率をシネマチックにするなら、本当上下をクロップすればそれっぽくなると思うんですけど、このね特殊なレンズでこのギュッとこう圧縮された処理っていうのが球面レンズでは得られないユニークな写りを実現してるんだろうなと思います。35mm のアナモルフィックレンズと球面レンズを比較すると、35mm の例えばねアナモルフィックレンズだと横はね 21mm のレンズを使用したのに相当する、ワイドさになります。でこの 150mm だと、横幅はだいたい球面レンズで 93mm 相当の画角になってきます。それでいて、縦は 35mm ならこの 35mm レンズ、 150mm なら 150mm の、写りをして、で背景の圧縮効果っていうのも、そのレンズの画角通りになります。これはね普段その球面レンズを使っている人の感覚からすると 150mm のレンズなのに横方向は93mm のレンズで撮れるっていう、その1つのレンズに2つの画角が混在するなんてありえないじゃないですか、感覚的に僕らからすると。しかもそれだけじゃなくて、その圧縮をするために非常に特殊なガラスっていうのをこの中で使用してるんで、結果そのボケは球面レンズの丸い形のボケと比べて非常にこう楕円形のね特殊なボケ方をします。
でさらに強い光源を撮影すると、こんな感じで横に伸びるようなねこうレンズフレアっていうのが、出てくるのもアナモルフィックレンズの一つの特徴かなというふうに思います。かなりこう強烈な印象を与えるので、どんな映像を撮るかっていうのによって、正直好みが分かれるところではあるかなとは思うんですけど、でもクールなねやっぱりこう印象の映像を撮りたければ、非常にねマッチするんじゃないかなというふうに思います。特にね車とか今回ね僕が使用したこの 150mm の T2.9 のレンズは、ヴィーナスシリーズの中で最もね望遠のレンズになってます。で 150mm はぐっと遠くのものを引き寄せて撮影することができるので、被写体に近づいて撮影することが難しいなんていう場合にもすごく重宝しますし、望遠レンズを使う時っていうのはやっぱり圧縮効果を得たいなんていう時が多いかなと思うんですけど、やっぱりこうぐっと寄るので場合によっちゃ狭いっちゃ狭いっていう風に感じることもあると思うんですよ。ただやっぱりそこはアナモルフィックレンズの、おかげでこう横幅がすごくね広く撮れるので、狭すぎるっていう感じもね全然、しないのがいいかなと思います。でこのね 150mm で T2.9 っていうのは、非常にね大きなボケを得ることができます。圧縮効果でぐっとこうユニークなボケ方をしているその背景っていうのを被写体にこう近づけてね撮影することができるので、このアナモルフィックレンズ感っていうのが、そのキャラクターがね強く出るレンズだなというふうには思います。ちなみに僕さっきから T2.9 って言ってますけど、別に F の間違いじゃないですよシネマレンズはね F 値じゃなくて T 値になります。ここではちょっとそんなにね詳しくは掘り下げないんですけど、T 値と F 値は光の量の測り方が違うだけで、基本的には考え方は同じだと思ってください。でこのレンズを F 値に換算すると F 何かっていうのは正直わかんないんですけど、ただ少なくとも F2.9 よりは明るいレンズだと思ってもらえればいいかなと思います。で他のねヴィーナスシリーズのレンズの、最短撮影距離が、だいたい 0.8m とか 0.9m とかなんですけど、こいつは、最短撮影距離が 0.58m なので、やっぱりねこうぐっとこう被写体に近づいてこうクローズアップショットが撮れるっていうのも非常にいいかなと思います。とこんな感じで圧倒的にねこの球面レンズよりシネマチックな写りをするし、個人的にはやっぱりめちゃめちゃ好きな写りをするのがアナモルフィックレンズなんですけど、じゃあなんで普段から使ってないのって話なんですけど、やっぱり最大の理由は、マニュアルフォーカスのみだからなんですよね。やっぱりねこういった YouTube の例えばコンテンツを一人で撮影する場合にはオートフォーカスっていうのはそれはあるに越したことはないですからね。こういった今みたいにこうカメラを固定している場合ならまだ撮影できますよ。ただこれも近づいたら遠ざかったりするとねピントは全然追っかけてくれないので、もう僕この場所から動くことできないんですけど、やっぱりこうやって自分でフォーカス合わせながら撮影することもできないですからね。であと僕がこう普段作品撮りをする、そのシネマティック Vlog みたいなものは僕こう旅行に行った時に結構撮影するっていうことが多いので、アナモルフィックレンズはねやっぱり結構でかくて重いんですよ。なんで、ちょっとね、そういったシチュエーションで使うのは厳しいかなっていう気はするんですよ。ただ僕は今フリーランスに転向して、それこそコマーシャルだったりだとか、企業のブランドムービーとかも撮らせてもらえる機会っていうのがすごく増えてきてるので、そういった時にはすごくね積極的に使っていきたいなというふうに思ってます。やっぱりね非常にこう手を出しやすい価格なのがいいんですよ。ヴィーナスシリーズのレンズはだいたいね18万とか19万ぐらいの価格から買えるのでめちゃくちゃ安いんですよ。18万19万って聞いて高えじゃんって思う人はこれねもうアナモルフィックレンズの世界を全く知らないです。普通はこれのね何倍の値段もするんですよ。でさらにさっき僕ねこいつを大きくて重いって言ったんですけど、種類のアナモルフィックレンズは一般的なアナモルフィックレンズと比べればめちゃくちゃ軽くて扱いやすい部類に入ってくるレンズになってます。ほんとねガチのアナモルフィックレンズ、これもガチなんですけど、でもハリウッドとかで使われてるようなその1本何百万とかするようなレンズってほんとでかいですからね。なんでね僕みたいな小規模でかつ駆け出しのフリーランスの映像クリエイターにとって
その球面レンズでは決してね手に入れることのできない、その本当の意味でのシネマチックなルックっていうのを、手に入れたいという方にとってはね非常におすすめできるのがこのシルイのヴィーナスシリーズのレンズになってます。はい、というわけでね、今日はシルイの 150mmT2.9 のアナモルフィックレンズの紹介だったんですけど、そうですね、ぶっちゃけて言うと、僕は現代のレンズははっきり言ってソニーだろうがキヤノンだろうが、もう富士だろうが正直どれも非常に綺麗で優れてはいるんですけど、そのねレンズとして100点に近づけば近づくほどその個性っていうのはやっぱりどうしても失われてくるかなと思うんですよ。だからその映画とかを撮影するっていうような世界ではそのどのレンズをね選ぶかっていうことが、その表現にそのまま直結してるんじゃないかなというふうに思います。全てのシチュエーションでアナモルフィックレンズが活躍するかというと、決してそうではないとは思うんですけれども、でもやっぱり映画のようなシネマティックなルックを目指す人にとってはアナモルフィックレンズっていうのはある種やっぱりこの最終終着点と言っても過言ではないかなというふうにね思いますよ。だってシネマチックを目指してるわけなので。はい、というわけで、本日のこのシルイの 150mmT2.9 のアナモルフィックレンズ紹介動画は以上となります。アナモルフィックレンズちょっと気になってたという方はねこの動画が参考になればいいかなというふうに思います。はい、それではじゃあ、次の動画でまたお会いしましょう。ピース。